皆さんこんにちは、みさとです。ここは JR 大和路線の柏原駅です。JR 西日本の駅ですが、一番乗り場には近鉄道明寺線が乗り入れています。道明寺線は近鉄の路線としては一番古い歴史があります。イコカやスイカでは道明寺線を利用するときは乗るときも降りるときもですが、この機会にタッチを忘れずにだそうです。さて、今回の動画もこの駅で下車して少し離れた駅に乗り換えの動画です。乗り換える駅とは近鉄大阪線の片下駅。前回の動画同様、さほど離れていないので歩いても知れている距離にあります。最初にここ柏原駅を観察しながらご紹介します。柏原駅の場所は大阪環状線の天王寺駅と奈良県の王子駅の真ん中より王子寄りの場所にあります。切符売り場には近鉄の券売機、緑の券売機プラスと JR の券売機が並んでいます。2023年5月までは緑の窓口があったようですが、ご覧のように窓口跡は塞がれて、緑の券売機プラスに変わっていますね。慣れていない方にはなかなか大変そうです。西口から駅舎の外に出てみました。大和路快速が颯爽と通過していきます。ここは普通列車しか止まりません。日中で1時間に4本列車があるので結構便利だと思います。この西口には駅前ロータリーがあって、アゼリア柏原という商業施設とつながるペデストリアンデッキがあります。柏原駅の西口にある表示は申し訳程度に近鉄の表示がありました。西口の北側には微妙なカーブを描く駐車場があって、おそらく過去に貨物や荷物を取り扱っていた跡地かなと思われます。さて、駅の東口に来てみました。こちらは駅前にロータリーはなく、そのまま道路になっています。大和路快速も日中は15分間隔で走っています。通過列車もそれなりにやってきます。それでは柏原駅から片下駅へ向かってみましょう。時刻はただいま16時11分です。東口駅前はこんな感じでお店があります。乗り換えついでにお買い物するのも便利ですね。お好み焼きやたこ焼き、おか弁屋さんに松清もあります。きれいに整備された長瀬川を森脇橋で渡ります。ここはアクアロード柏原という川沿いの遊歩道だそうです。道中にファミリーマートと少し進むとローソンもあります。これだけあると乗り換え途中の買い物に困りませんね。そして右側に見えてくるのは柏原市立柏原図書館。手前には公園もあります。案内板を見ると市民文化センター、公民館と書いていました。平日の午後、公園で遊んでいる子供たちの声も聞こえてきて、いい雰囲気だなって思います。ここで道は T 字路になります。信号を渡ると柏原市立柏原東小学校があります。小学校側から見ると今来た道の奥に柏原駅東口が見えます。ここで一旦左折してすぐの交差点を右折します。この先に見えてくるのが片下駅です。こうして見てると向こうから歩いて来られる方がたくさんいらっしゃいます。おそらく片下駅から柏原駅へ向かうお客さんかと思います。小学校から聞こえてくる子供たちの声が微笑ましいですね。その間にも何人もの方が柏原駅方面へ歩いて行かれます。そうこうするうちに片下駅がはっきりと見えてきました。久しぶりにこの乗り換えをして、おやと思いました。片下駅に西口ができています。調べたら2022年7月に西口ができたそうです。実はその8ヶ月前に片下駅で撮影をしていますが、同じ場所にトラックが止まっています。約半年後の西口開設に向けて工事をしていたのかもしれませんね。
片下駅に着いてみるとレンタサイクルがあるそうで1日200円とのこと。一泊貸しという2日だと300円の料金プランもあるそうで、すごく安価なレンタサイクルですよね。1ヶ月貸しも3000円とあるのを見ると、通勤でここまで電車で来て、勤務先か柏原駅まで自転車で行くことを想定しているのでしょうか。ちなみに柏原駅から片下駅までの所要時間ですが、時刻は16時22分。10分かかっていますが、撮影しながらを考慮すると7分程度という感じでしょうか。片下駅の柏原駅への案内板には、距離550メートルで徒歩7分と書かれていました。片下駅の位置関係はこんな感じです。ここまで来ると大和八木駅よりも大阪難波駅の方が運賃がやや安くなっています。ちなみに定期乗車券のみの取り扱いですが、道明寺線で柏原まで来た場合、片下駅へ乗り換えるときは乗車キロが通算されるそうです。そういう制度もあるので乗り換え客は多いのかもしれませんね。この駅の日中の停車列車ですが、1時間に4本になっています。普通列車と区間準急のみの停車になります。前回の動画で出てきた近鉄下田駅もそうでしたが、片下駅も無人駅で、駅で何か問い合わせたいときは、こちらのインターホンで問い合わせることになります。それでは改札内に入ります。大阪上本町方面がこちらです。地下通路ができる前は確かコーナー踏切があったと思います。こちらが河内国部五移動大和八木方面です。改札内から西口を見るとこんな感じ。まだ真新しい感じがします。こんな感じで急行電車が走り抜けていきました。さて、この後私は奈良県に戻るので下りホームに行きます。地下の構内通路へ降りて行きます。以前訪れた時は片下駅の改札は地下にありましたが、今はありません。床を見ると明らかにコンクリートを塗り直していて、自動改札機があった痕跡がありますね。上から見るとこうなっています。改札が地下にあった頃はこんな感じでした。これは片下駅の西口と同様に地上の東口が作られて、片下駅の改札口は地上2カ所となり、地下改札は廃止されたようです。列車を待つ間に大阪難波行きのR1ライナーが通過。近鉄名古屋を14時30分に発車した名阪乙特急です。そうこうしている間にも西口からお客様が入ってこられます。夕方16時も過ぎて学生さんの姿も見られるようになりました。という感じで柏原駅から片下駅への乗り換え、常に乗り換えのお客様がおられて、隠れた乗り換え駅というのがよくわかりました。乗り換え案内などのアプリなどでもたまにここで乗り換えるコースも候補に出てきますし、さほど歩く距離も知れています。ものの試しにご利用になってはいかがでしょうか。この後、まもなく区間準急大和朝倉行きが来て、奈良県に戻りました。片島駅と次の安藤駅の間には、新幹線の車窓でよく見かける看板の727の本社工場があります。それでは今回の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。